どうも、わがつくです。今回はちょっとこういう風に音声の動画になるんですけれども、もしお菓子の動画を期待した方はこのままブラウザバックしてもらって大丈夫です。今回はちょっと3つちょっとお伝えしたいことがあって、こういう動画を撮ってます。まず1個目は、チャンネル登録者数のお話と、2個目が、これからの動画こういう風にしていきたいっていうお話と、軽い自己紹介みたいな形ですね。一応動画概要欄とかには書いてるんですけど、改めてちゃんと話そうかなと思ってます。まず登録者のお話なんですけど、皆様が登録してくれてやっと500人いきました。本当に嬉しいです。このペースで500人いくと思ってなくて、上げても伸びるかどうかわからないけど上げてみるかっていう形でやって、で正直そんなにめちゃめちゃバズったっていう動画もない状態で500人いったことが本当に嬉しくて、コミュニティページっていうのが開放されて、そこでいつもありがとうございますみたいな内容を書いたんですけど、やっぱり声で届けたい。せっかく登録してくれてる皆さんにちゃんとお礼が言いたいと思って、こういう形の動画撮ってます。本当にありがとうございます。テンションがちょっと低くて伝わりづらいかもしれないですけど、正直カメラの前でこうやって喋るのは初めてのことなんで、ちょっと緊張してるんで、内心はやったぜって思ってるし、それがちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、そう思ってます。本当に感謝してるし、 YouTube をみんなで楽しんでできるコンテンツにしたいと思ってるんで、またこれからもよろしくお願いします。登録者の話はそれで一応終わりなんですけど、これからの動画についてちょっと軽くお話しします。動画投稿2本とかにしてみて、量産するには僕まだ早いなと思ったんですよね。っていうのも、質を下げないと量産できない状態なんで、まだまだ僕の動画撮影能力、企画力、編集力っていうのが低くて、正直週にやるってなると質を落とさないといけない状態で、それにすごい憤りを感じてて、自分がおまんじゅうを作る時に後輩に教えてた内容が、一つのおまんじゅうをきれいに作ることができてから、それを早くして1時間に20個しか作れない能力を30個40個に上げていくんやで、初めに質の低いものを量産したとしても意味がなくなるからっていう教え方をしてたんですけど、自分に落とし込んだ時にそれができてるかって思ったら、今はできてないなと思ったんですよね。やっぱり僕は十何年職人として、あんまり職人って言いたくないんですけど、和菓子を作る人として働いてきて、後輩にそうやって教えてきたのに、今の自分にそれが生かされてないっていうのがちょっと嫌だなと思ってて、自己満って言われたらそれで終わりですけど、気に入ってないってだけです。質の低いものを量産することに対して気に入ってない。それなら今ちょっと時間をかかってでも質の高いものが作れるようになって、作業っていうのをどんどん縮めていって何本も作れるっていう状態を目指したいんで、ちょっとね、動画投稿頻度とか遅れるかもしれないんですけど、質の高いものをちょっと作りたいっていう今思いがあって、それを作れる能力を高めたいって思ってるんで、ちょっともしかしたら動画投稿頻度とか遅れるかもしれません。できるだけ週1金曜日っていうのは必ずできるようにはしようとはするんですけど、正直今現状動画の撮り直しに3回とかしたりすることが多いので、もっと撮り直すっていうことが多くなったりするかもしれないんですけど、ちょっとそこをご了承いただきたいなと思ってます。僕の動画は基本的に映像とテロップだけで今やってる現状です。正直僕今このやり方に限界を感じてます。っていうのも、情報を伝える術がテロップだけだと、作り方だけとかお菓子の歴史だけとかになってしまって、情報を詰め込みにくいっていうか、一方の動画に対して質の高いコンテンツを作れてないなって思ってるのが現状で、自分の動画を見返した時に、落ち着くとかっていうのはあるかもしれないんですけど、ためになるとか面白いっていうのが欠けてるなって思ってて、だからこういう風に動画を流しながら音声を入れていこうかなって思ってるんですよね。その方が情報も伝わりやすいし、ここが一番のポイントですっていう時とかも感情を込めて言えるので、本当にここが一番なんだって思ってもらえるようなコンテンツになるかなって思って、ちょっと今後の動画には音声を入れようかなって思ってます。で、僕の動画は基本的にいろんな人が見れるコンテンツっていうのを目標にしてるんで、やっぱり音声がないと目が
あまり不自由な方とかに伝わらないなと思って、全員に同じように伝えるっていうのは多分無理なんですけど、無理でもちょっとでも近づける努力をしたいなって思ってて、でそういう例えば 目の見えない方とかでもちょっとでも分かるように伝わるようにしたいなって思って、ちょっと音声をやってみようかなと思いました。で今回のから強制的に YouTube の字幕を出せる機能っていうのがあって、それを使って動画をアップロードしてみてます。皆さん動画字幕出てますか？なんか強制的に字幕を出すタグっていうのがあって、それを入れることによって翻訳なんだってアピールすることができるみたいなんで、今回からちょっとそれを入れてみてるんで、もしよかったら教えてください。一応僕の画面では前やって確認した時には出てたんですけど、全員が全員そうでないかっていうのがわからないので、ちょっとそれ協力していただいたら嬉しいです。これからの動画はだからテロップをつけるプラス音声をつける、動画のクオリティも上げる、これは主にもうカット数とかですよね。僕が今気に入ってないのは、例えばここ寄った方がもうちょっと綺麗に見えるのにっていうところを寄ったりとかしてないとかっていうのがあるので、そういったことを見直すっていうのを主にしてやりたいと思います。で BGM どうですか皆さん。一応あれ作ってみてるんですけど、今新しくしようかなって考えてて、23個作ったけどなんか動画の雰囲気に合わねえなと思ってボツにしてるのとかも何個かあるんですけど、 BGM を刷新するっていうのは考えてます。ただ動画の雰囲気に合うような BGM にしようと思ってます。今後の動画投稿に関しての目標っていうのは、とりあえず質を上げるっていうのをメインにちょっとやってみたいと思います。長々とすいません。最後自己紹介ですね。自己紹介は軽くしようと思います。僕は和菓子の業界に入ったのが20歳の頃ですね。一応高校を卒業してパン屋さんに1年入って、でその後和菓子業界に入ってます。でその入ったきっかけっていうのも、実家がきっかけなんですけど、実家がお菓子屋さんだって規模拡大するみたいな状態の時に呼ばれたので、ちょっとパンの道はもう諦めてその実家の手伝いをすることになりました。そこから一応6年ぐらい実家で手伝いって言っても本当に家族なんで休みはほぼない状態、もう本当に365日のうち元旦以外は出勤するみたいな状態が 2,3 年続いてから、後輩がやっと入ったのでそこからちゃんと休めるようになったみたいな状態なんですけど、そこで6年ぐらいやりました。6年やった後、このままじゃここのお店のお菓子しかできないなって思って奈良の方に修行に行きました。奈良で合計3年ちょっとかな修行して2社行ってるんですけど、初めの1社は仕事がそんなになくて、朝9時に行って昼の3時か4時に終わってやることないんでずっと掃除してるみたいなのが半年ぐらい続きました。で正直これでは力にならないなと思って転職しようと思ってる時に工場長に相談したら、発給だけど出給料ありますみたいなところがあって、そこを紹介してもらって、でそこに行きました。でそこで大体2年半ぐらいかな。ちょっとこの2年半やった後辞めた理由もちょっと体を壊したりとかしたんですけど、一応2年半やりました。この時代は本当に修行時代なんで、話したらすごい長くなるから今はちょっと喋らないでおきますけど、ここもなんか興味あれば喋りたいと思います。和菓子屋の修行の現状みたいな形でね、軽く言うと、手取りは12万とかです。で出勤時間も朝3時です。晩は7時か8時に終わります。年間の休日は50日ぐらいですみたいな環境ですね。ざっと言ったらそんな感じです。でその後29歳ぐらいの頃に体を壊してて1ヶ月ぐらい休んでたんですけど、友達に仕事を紹介してもらってイタリアンレストランに1年行きました。そこでの勉強がちょっとでも和菓子で生きることないかって思いながら勉強してたんで、今結構生きてると思います。素材の扱い方とか全然知らん知識を入れた方がいいかなと思って行きました。でそこを辞めて、実家がその時はもう父は亡くなってて姉が社長をやってたんですけど、そこで実家の製造を4年間ぐらいやって、でそれから東京に上京してきましたっていう流れですね。軽く言うとそんな感じです。
その間の1年レストランやってる時は結構いろんなことをやってて、レストラン行きつつ他のおまんじゅう屋さんで助っ人で行きながらおまんじゅうの勉強をして、レストランを辞めるのもちょっと早めて、友達が和歌山の南高梅の産地の子やったりしたんで、梅っていうのはやっぱり和菓子で重要な要素があるので、梅ってどうやってなってるんだろうとか、どの時期が一番美味しいのかとかっていうのを知りたくて梅を取りに行ったりする仕事も後半の 2,3 ヶ月の間してました。実家に帰ってからは新商品開発がメインプラスあんこの炊き方とかちょっと変わってたんで味がちょっと落ちてたんでそれを元に戻すのとか、でもほとんど新商品開発とかやってました。でそこからはもう上京して、で2年前に上京した時は正直コロナになるちょっと手前に上京して、お菓子教室とかワンデーカフェとかやれる状況を作ってから上京したんですけど、コロナが蔓延してしまってそこの会社もなくなってしまったのでっていう形ですね。で上京した時は初めは SNS は Instagram から始めて、で次に始めたのが YouTube になっています。で Twitter とかも始めてるんですけど、 Twitter は正直何をすればいいのかちょっと今わからないので、どういうことをしていこうって考えてる感じですね。東京来てからいろんな出会いがあって今に至っているんで、言うことはないですかね。軽く話すと、そのお菓子教室とかの話がなくなった後、とある料理屋さんですぐ受かって、でその親方にすごいよくしてもらって、で僕の今の目標はその親方の店でご飯を食べに行けるような状態になるっていうことなんですけど、それがあった後ちょっととある YouTuber と知り合って、その子の YouTube のお手伝いをしているという状態です。そんな感じですね。自己紹介としてはそんな感じです。これがちょっと動画の雰囲気変わるかもしれなくて、正直私に合わないと思うんだったらもう本当に登録外したりとかしてもらっても、それが結果だなって僕は受け止めるんで、需要がないのかな把握するバランス感覚っていうのは大事だと思ってるんで、この人も面白くないって思ったら外してもらっても全然構いませんし、応援したいって思ったら登録してくれたら本当に今みたいにうわーって喜びますしっていうことです。なんでよろしくお願いします。それじゃあさようなら。